はい、おはようございます。野良です。本日レポートするのはついに中央線総武線のエースですね。住みたい街ランキング1位に何度輝いたかわからないような人気街、吉祥寺です。こちらは井の頭線と中央線の改札を出たところですね。駅ビルには2014年に完成したキラリナが入っていて、駅の綺麗さもぐんと増しましたね。キラリナには、アパレルショップとかコスメとか、あと書店 ABC クッキングスタジオとか、あと湯沢屋がね入っています。そんなわけで今回は東京でもトップクラスの人気街ですね、吉祥寺をブラブラと散歩しながら住みやすさをレポートしていきたいと思います。まずは北口から見ていきましょう。北口の方がねお店が多く集まっていて、どちらかというと栄えています。で反対の南口は吉祥寺人気の大きな理由でもある井の頭公園がどんと構えているので、後ほどそちらにも行ってみます。でせっかくなので駅の全貌も見ておきますと、京王の駅ビルであるキラリナと、あと横に細長くアトレが入っています。で吉祥寺は路線が京王井の頭線と、あと JR 中央総武線が通っていますね。でアクセスはこんな感じで、新宿、渋谷、東京駅にも1本できますね。しかも井の頭線は始発ですし、急行で渋谷まで20分もせず行けるので、結構素晴らしい立地だと思います。そして北口を出てすぐ正面から伸びているのが、サンロード商店街ですね。中野のサンモール商店街とか高円寺のパル商店街とかと、兄弟分みたいな中央線沿いの街におなじみのアーケード商店街ですね。ちなみに僕は5年前くらいまで、吉祥寺の自転車圏内のエリアに住んでいたんですけれども、毎日のように吉祥寺をプラプラしていたので、今回撮影で5年ぶりくらいに訪れてかなりテンション上がりましたね。街の風景はさほど変わってないんですけど、ところどころお店がなくなってたりとか、あと新しいお店になってたりとかしてますね。今回は平日の昼間に行ったんで、これでかなり人が少ない方ですね。いやここは昔は富士そばだったんですけどね、潰れたんですね。結構通ってたお店なんでちょっと悲しいですね。で僕の吉祥寺のイメージを一言で言うと、もうテーマパークですね。本当に何でもある。ショッピングもあって、家電量販店はヨドバシもあって、おしゃれカフェとかご飯屋さんとか飲み屋とか、あと娯楽施設とか、あと何といっても井の頭公園という広大な自然なスポットもあったりして、都会の利便性と自然の心地よさがコンパクトに揃っている、もう完璧な街ですね。吉祥寺に住むともう吉祥寺で全ての用事が完結するんで、もう本当にね吉祥寺の外に出なくなります。だからこそ地元民の愛着が強いというか、なんかこうホーム感が強くなる感じがするんですよね。そしてこちら右手に見えているのはコピス吉祥寺という2010年開業のショッピングセンターですね。確か昔の伊勢丹が生まれ変わったところですね。一応20代30代の若いファミリー層をターゲットにしたショッピングセンターで、ファッションとかインテリアとか、あと子供用品とかもいろいろなお店が入っています。でこのコピスの前の木造デッキのところではね、よく音楽バンドっていうか楽器隊の人たちなんかがパフォーマンスをしていてですね、土日なんかは賑やかな雰囲気になっていることがありますね。そういう生演奏が街に流れてたりすると文化的な空気も感じられて僕は好きでしたね。そしてコピスの真正面の道を進むのですが、その先にはですね、吉祥寺で一番有名な名物と言ってもいい佐藤のメンチカツがあります。これは高級和牛が集まったメンチカツが売りの商品で、1日3000個以上売れるとかいうモンスター級の売れっ子店ですね。いつもはこの辺までずらーっと何十人もの行列が並んでいるのが吉祥寺の日常的な風景でした。こちらですね、今日はめちゃくちゃ空いてたんで、せっかくなんで並んで食べたいと思います。メンチカツ1個250円っていうめっちゃお手頃な価格なんですよね。もう一口食べただけで、これマジでコンビニとかのメンチカツと次元違うやつだってわかるくらい、もう一口でうまいので、吉祥寺来たらねぜひ食べてみてください。そして佐藤のメンチカツの先にある左手の麺屋武蔵鼓動っていうラーメン屋もめっちゃうまいのでおすすめです。そしてこの左側の一帯にはですね、昔ながらの独特な空気が漂っている飲み屋街、ハーモニカ横丁が広がっています。ちょっとぐるっと回って正面入り口の方から入ってみたいと思います。は
はい、ハーモニカ横丁ですね。ご覧の通り狭い路地裏の一角に飲み屋とかが100店舗近いお店がひしめき合っているエリアですね。撮影した時は昼間だったっていうこともあって、あとコロナで休業しているお店も多いんでシャッターがちょっと目立つんですけども、普段は夜になるとのんべえたちが集まってきて大変賑やかになるスポットですね。インバウンドのお客さんとかもめっちゃ多いところです。ここは戦後の闇市からスタートしている場所なんで、こう昭和の名残が残っている感じですよね。サクッと飲める立ち飲み屋さんからディープな人気のね飲み屋さんもあるんで、仕事帰りに一杯やりたい時とか、あとはしごしながらね飲み歩きたい時にちょうどいい飲みスポットですね。にしてももう狭い路地裏を縦横に通路が入り組んでいるので、まるで迷宮ですね。そしたら一旦三ノ戸商店街に戻ってきました。そうそう、吉祥寺が高円寺とか阿佐ヶ谷とか荻窪っていった中央線沿いの街と違うのは、街に若者が多いことですね。吉祥寺は成蹊大学とか東京女子大学が徒歩圏内にありますし、バスとか電車で15分圏内に多数の学校があるんで、学生の街としても知られています。中央線沿いの街は中野、高円寺、阿佐ヶ谷とかちょっとね下町風で高齢者の匂いがする感じも、あるんですけれども、吉祥寺はキラリナとかコピスっていった綺麗なショッピングモールから始まって、街全体のキラキラ感がやっぱ段違いですね。そしてサンロード商店街を右に曲がると大きなヨドバシカメラがあります。見ての通りめちゃくちゃでかい店舗で、家電は全てここで買ってましたね。でこの先にラビも数年前にできたんですけれども、そっちはちょっとマジでお客さんの数の差がかわいそうで見てられないくらい、ヨドバシ人気の方がすごいですね。そしてこのヨドバシの裏のエリアはちょっとした夜のお店エリアが広がっています。北口を出て右方面、東側のエリアですね、パチンコ店とかが並びつつ、路地に入っていくとクラブが集まった一角になりますね。実はこのエリアですね、昔は通称近鉄裏なんて呼ばれた風俗街だった場所です。今のヨドバシの前は、近鉄百貨店があって、その裏のエリアだから近鉄裏ですね。当時は100店舗近い風俗店があったらしいんですけど、今では十数軒まで激減したらしいですね。そこに至るまでに、町の浄化のために市民と行政が一体となって風俗グループと戦った歴史があるみたいで、その風俗店っていうのは風営法っていうルールで図書館とか学校とか決められた施設の近くには作れないっていう規制があってですね、その市民運動みたいなのでヨドバシの裏に図書館を設立することで、その規制を利用して風俗店を激減させることに成功したみたいですね。そのおかげで今ではこの通りキャバクラ店とか少数の風俗店とかホテルがちらほらある程度になっていて、吉祥寺はだいぶクリーンなイメージになりましたね。そしたら北口駅前に戻りまして、今度はサンロード商店街と直角に伸びているダイヤ街というアーケード商店街を歩いてみます。このダイヤ街はさっき言った佐藤のメンチカツが並んでる通りなんですけど、他にもハーモニカ横丁の出口と接していたりとか、あと吉祥寺の名物店舗が並んでいる通りとして知られていますね。結構道幅も狭いんで、土日とかは人が埋め尽くすように歩いていて、かなり密な感じになります。あと屋根があるからなのか、夜遅くになるとよくここでギター持って弾き語りみたいなのをやってる人がちらほらいますね。サンロード商店街の方もお店が閉まった後は路上ミュージシャンとか、あと占い師とか、似顔絵を描くような人とか、アクセサリー並べる人とかがわらわら出てきて、ちょっとまた違った空気感になりますね。僕は結構そういう吉祥寺の雰囲気も好きでしたね。そしてダイヤ街を抜けると東急百貨店に突き当たります。吉祥寺はショッピングモールがすごい多くて、駅ビルのキラリナとかコピス、パルコっていった若者向けのショッピングビルもあれば、東急百貨店とか、あと南口側には、丸井もあって大人向けのショッピング施設もしっかりあります。そしてこの東急の裏のエリアが通称東急裏なんて呼ばれていて、おしゃれなカフェとかアパレル店なんかが点在しているエリアになります。ちょっとそちらの方も歩いてみます。東急裏はこれまで見た商店街エリアと違ってお店が密集しているわけじゃないんで、
ゆったりとショッピングできる落ち着いたエリアですね。高級で洒落た飲食店も多くて、多分吉祥寺で一番上品なエリアなんじゃないですかね。で、毎度ラーメン屋の紹介で恐縮なんですけど、この春木屋っていうラーメン屋は荻窪に本店を構えている超有名店で、吉祥寺に支店を出しています。ちょうど以前に荻窪のレポート動画出した時に春木屋本店に行ったんですけれども、なんかこうシンプルを極めた醤油ラーメンでめっちゃ美味しいのでおすすめですね。で、ここで吉祥寺の一つデメリットを挙げるんですけれども、吉祥寺は栄えているエリアが駅周辺から結構広範囲に及んでいてですね、だいたい駅から徒歩10分圏内くらいだとあんまり落ち着いた物件がないっていうか、あってもかなり家賃が高いです。一応吉祥寺の平均的な家賃相場はこんな感じなんですけど、逆に言うと徒歩15分くらい離れると家賃相場も割とストンと落ちるので、吉祥寺に住むなら徒歩10分から15分くらいのエリアがおすすめですかね。なんですけど、15分とか離れると実質的に隣の駅だったりとか隣の町だったりするんで、吉祥寺住んでますっていう人は実は吉祥寺ではなく隣の駅とか町だったりするっていうのが吉祥寺あるあるですね。またそんなわけで駅近に物件がないこととか、吉祥寺が人気の街っていうこともあって、不動産屋さんもですね、吉祥寺の隣町とかバスで何分とかっていうエリアの物件まで吉祥寺の物件として扱ってるっていうのもあるあるですね。それほど物件紹介するのに吉祥寺っていうネームバリューを使いたいんでしょうね。ネットで物件探してみると確かに吉祥寺駅からバスで何分っていう、いやもうそこ吉祥寺じゃないだろっていうような物件よく出てくるので要注意です。あと吉祥寺は5階建て以上くらいの背の高いマンションが基本少ないです。それはあれですね、近辺の住宅街エリアは多分建築物の高さ制限があるエリアだと思うんで、3階建てくらいのマンションとか2階建てアパートみたいな背の低い物件が多いのも特徴ですね。吉祥寺の家賃相場とか、あとアクセスなんていう基本的な情報は概要欄にまとめておきますので、確認したい人は概要欄でご確認ください。では東急裏のエリアから北口前に戻っていきたいと思います。ここは北口出て左側、西側のエリアになりますけれども、巨大なユニクロのビルとパルコが目玉ですね。あとは右手側には高架線沿いにアトレが広がっています。かつては吉祥寺ロンドンっていう吉祥寺の顔的な駅ビルだった部分がアトレになった感じですね。という感じで北口はこんな感じですかね。今度は南口の方を見に行きたいと思います。はい、南口側に来ました。吉祥寺の南口側といったら何といっても井の頭公園が主役なんですけれども、その前に駅前の通りにお店が密集しているエリアがあります。北口側に比べるとお店の並び方もややわい雑的というか、ちょい治安悪そうな雰囲気も感じますね。でも居酒屋をはじめとしてマックとか牛丼、日高屋、大戸屋みたいな一人でご飯食べる用のご飯屋さんがずらっと並んでるんで、ぼっちの人はこの辺でご飯食べてください。で、逆サイドの方に行くとドーンと立ってるのが家電量販店のラビですね。もうヨドバシが圧倒的強者すぎて客より店員の方が多い、そんなイメージのラビです。そりゃみんなヨドバシ行くでしょう。そしてその隣には吉祥寺オデオンという映画館ですね。ただ東宝シネマズとかに比べるとかなり小さい映画館で、上映作品も少ないです。そうですね、東宝シネマズみたいなでかい映画館がないっていうのも個人的には一つ吉祥寺のデメリットでしたね。では南口を出て直進しつつ井の頭公園へ向かいたいと思います。目の前にはすぐ丸井がありますね。この丸井の横を通ってすぐ裏のエリアがもう井の頭公園になります。で、この丸井から井の頭公園までの通りも観光客向けにも入るような個性的なお店が並んでますね。そして公園の入り口には有名な焼き鳥屋である伊勢屋の総本店があります。
残念ながら撮影時は閉まってたんですけれども、吉祥寺の顔ともいえるお店の一つなんで、井の頭公園に来たら伊勢屋で一杯やって帰るっていうのがもはやマナーですね。昔はね、もうビールケースの上に座布団敷いて座るようなザ居酒屋みたいなお店だったんですけど、最近リニューアルしたっぽくてめっちゃ綺麗な内装になったっぽいですね。そして井の頭公園に降り立ちました。正式名称は井の頭恩賜公園。総面積が約43万平方メートルっていう広大さで、井の頭線で隣の駅の井の頭公園駅から吉祥寺、そして三鷹の方まで伸びているバカでかい公園です。で、井の頭公園っていうとこの巨大な池とアヒルボートが有名だと思うんですけど、実はこのエリア以外にも例えば動物園があったりとか、400メートルトラックとかテニスコートがある競技場みたいなところがあったりとか、あとは有名なジブリの森美術館があったりとか、いろいろな施設が入っている公園です。ちなみにここのアヒルボートはカップルで乗ると別れるっていう有名なジンクスがありますよね。ご覧の通り、もうついさっきまでの都会の喧騒は全くなくなっていて、とても落ち着いた自然の空間が広がっています。吉祥寺駅からわずか徒歩5分程度でこれだけの別世界が広がっているっていうのが吉祥寺の人気を確かなものにしていますね。本当に都会と自然がコンパクトに収まったパーフェクトな街ですね。で、公園内にはカフェみたいなこういうしたお店もいくつか点在しています。なんかちょっと飲み物とあとちょっとした食べ物を買って食べ歩きするのもいいですね。僕もこの辺に住んでた時はよく井の頭公園に来て散歩したり、あとベンチに座って本読んだりしてましたね。もう平日はとても静かでのどかで落ち着いてますし、休日は休日ですごい人が増えて、音楽を奏でる人とかパフォーマーみたいな人たちも出てきて、すごい賑やかになります。あと夏はこのようにセミの鳴き声とか美しい緑で清々しい感じになりますし、秋には紅葉が綺麗になったりしてね、春は桜が満開になって最高に美しくなるシーズンですし、なんかそんな風に四季を目いっぱい感じられるのも井の頭公園の一つの良さですね。あとこの辺の道沿いには井の頭公園アートマーケッツって言って、週末とか休日は露天商っていうかアクセサリー売ったりとか絵を売ったりとか似顔絵描いたりするようなアート系の露店を出す人がずらっと並んでいたりします。で、週末は大道芸人の人とかマジシャンとかパフォーマーがたくさんいるので、公園全体がちょっとしたお祭りみたいな賑やかな雰囲気になるのもいいところですね。という感じで吉祥寺という街をざっくりと回ってみました。この動画でもわかる通り、吉祥寺は利便性に関しては完璧で、買い物に困ることはまずありません。ショッピングセンターも多数あるし、家電量販店もあるし、スーパーもあるし、ご飯屋さんなんかはもう行き尽くせないほどあります。そしてそんな都会の街から5分も歩けば井の頭公園というオアシスもあって、東京なのに落ち着く街っていうクソ強いメリットもあって、さすがは住みたい街ランキングナンバーワンの座を幾度と取ってきた街ではありますね。じゃあ吉祥寺のデメリットって何なのっていうと、個人的に感じるのは4つくらいですね。家賃相場はやっぱり高いっていうのと、あと人気町ゆえに人が多いっていうのと、あと駅近に物件が少ないっていうのと、中央特快が止まらないっていう、こんなところですかね。まずやっぱり中央線井の頭線沿いの町としては家賃はちょい高めです。普通は都心から離れるほど家賃相場っていうのは下がっていくのが普通なんですけど、吉祥寺はやっぱり人気町っていうゆえに都心側の荻窪とか高円寺なんかより家賃が高いっていう逆転現象が起きちゃってますね。そして前にも言ったんですけど、駅周辺の栄えているエリアが結構広いんで、徒歩10分以上くらい離れないと住宅街に行き着きません。なので落ち着いた家に住むなら徒歩10分15分離れるか、あるいは隣町とか隣駅くらいに住むのがちょうどいい塩梅な気がしています。あとは細かいですけど、地味に中央線の特快が止まらないっていう点もありますね。隣の三鷹は中央特快止まるんですけどね、
なんか吉祥寺に止めると混雑具合が半端なくなるので止めてないみたいな話を聞いたことがあります。まあ特快止まらなくても新宿まで20分くらいですし、特に問題はないですね。という感じで吉祥寺の総評をまとめてみました。本当はね、もっといろいろな場所を撮ってきたんですけど、いかんせん吉祥寺は見るものが多すぎて全部紹介しようとすると動画が超長くなってしまうんで、なるべく動画もコンパクトに収めたいので泣く泣くバッサリカットしてます。ということで、もし動画をご覧の方で吉祥寺に実際住んだ経験があるよっていう人はぜひですね、コメント欄に住み心地など感想を書いてくれると嬉しいです。ではまた次回の街もレポートしていきたいと思います。ではでは。